안녕하세요.ガイドのヨンヨンです。僕がこの動画を作ったのが昨日のようですが、もう1年が経ちました。さらば長官たち。お願いだからもう消えてくれ。玉ねぎもこんなに再生リストを別に作って、こんなに騒いだらやっとやめてくれました。この時までも中見えが玉ねぎよりもこんなにしつこくてひどい狂人だとは知らなかったです。以前の動画で僕がこの2人が会って話し合った内容を僕の妄想で言いましたが、大体当たってると思います。すでに犯罪査察の件で、司法部がユンソチョに軍配を上げた。そして一回 KO 負けをしたチュミエ。ここで普通の人なら恥ずかしくてやめるんですが、我がチュミエちゃんは普通の人じゃないです。狂人ですから。この相談後、チュミエは懲戒委員会を開いて、どうしてもユンソチョの方になんとかダメージを与えようとします。自分たちが堂々としているのであれば、自慢するのが大好きだし、注目を浴びるのが大好きな一人の人たちが、当然、懲戒委員のメンバーを公開するだろうけど、自信がないのか、委員会が開く前までメンバーを公開しませんでした。すでに判事と検事とかがこの政権と損切りをしようとしているのに、誰もこの人と組もうとしないでしょう。その懲戒委員会が開かれた後、そのメンバーを見ると、やっぱり、今、中民の左腕である中民のおかげで、検事の人事を握っている検察局長まで上り詰めたシムジェチョル。彼が一人5つの役をやったことが明らかになりました。提供者、国葬人、検査、判事、証人。このぐらいになったら政治家じゃなくて、もはや、チャールズ・チャップリンだね。よかったね。あのハウスに行ってきて、演劇俳優でもやれば、なんとか食いパワーできると思う。結局、チャールズ・チャップリンの大活躍で懲戒委員会では、ユンソツの方に停職2ヶ月の処分が下されました。そして自分の最後を全うしたかのように、チュミエは辞任を表明しました。今回の停職処分に関してまた司法部がユンソツに軍配を上げると、さすがにチュミエでもそれは耐えられないと思ったでしょう。これ以上ボコボコ、ズタズタになるのはチュミエも耐えられないようです。これは鉄拳で言うと、奈落をやってバックスタップで握るのと当然です。ちなみに今韓国でプレステ5が CD 入れられるバージョンが62万ウォンで売られてるんですが、転売屋により82万ウォンで売られてるんですが、もう在庫がないです。僕が最近よく言っているんですが、今、マスコミが味方をしてくれないだけで、すでに形勢は傾いています。右の方に。20代の男性の中でも、ほとんどが今敵門を脱出しているし、リアルメーターの支持率の方でも今週、否定の意見がまた更新されました。未だに敵門を脱出できない人がいるのであれば、その人と損切りをした方がいいです。前の動画でも言いましたが、ソウル大学の研究で、保守傾向を持っている人たちの脳の弾力性が、進歩の傾向を持っている人よりも5倍の差がある。つまりこの脳の心理的な安定性が、保守傾向の人がはるかに安定的だっていうことです。左人の方は、根が不安定だからよく不安がってる。不安だから耳が薄い。つまり人の話に左右されやすい。だから戦前戦後に弱い。自分の判断で社会現象やニュースを分析し判断するのではなく、誰かが言ったから、誰がそう言った。論理的に失敗の原因を分析するのではなくて、感情的に誰かのせいにしちゃえば、不安感が解消されるような錯覚に陥るからです。そういうことで心理的な安定感を得るのが左の人たちです。去年も釜山高校の同門会で何回も金明ス大法院長を糾弾するようなデモを大法院の前で何回もやりました。司法部が金明スとその下僕たちに掌握されたかのように見えましたが、実質大韓民国の司法部の正義はまだ健在でした。なぜ大韓民国の司法部の正義がまだ健在なのか、中民と関連して最後にまとめたいと思います。あと政権が変わればやらなきゃいけないことが一つ増えました。一番公正じゃなきゃいけない司法部が、まるでジェントカン大統領の時代のように、一つの作業軸の方から、その勢力の学信のメンバー、権力の中心になる人たちが、その作業軸の中で全部出てくるっていう問題なんですね。売り前研究会だとか、
そのような左助軸の方から司法部の要職をする人たちが輩出され、今の政権と関連している重要な裁判では、そこの出身の人たちが裁判を担うことになる。政権が変わればこの人たちをみんな地方に左遷しなきゃいけないんです。あと今のイ・ソギュン中央地検庁とかを見ると、この人が出た京畿大学が悪い大学っていう話ではないです。もちろんソウルにある大学だし、入るのも難しい大学なんですが、今韓国のサムソン電子だとか、いわゆる大企業に勤めてる人たちを見ると、誰もが聞いたら知っているアメリカの名門の大学を一つでもなく二つ卒業している人がもううじゃうじゃいるんですね。スカイを卒業している人がソウル市内でベンツの S クラスを見てるような感覚で普通にたくさんいる。京畿大学ももともとは元本医になる学科が有名なんですね。でもこの政権は一流の人材が溢れているにもかかわらず、わざわざその参入を人たちを雇い、お前のキャリアではこの席に上り詰めれないっていうことは知っているだろ？だけどこの席に座らせたから私の言うことを聞かなきゃいけないんだよねっていうドラマに出ているような取引をやっているから今国の経済安保、外交がこの邪魔です。今の政権の長官たちが問題があって質が低いっていうことは韓国国民の中で右左を問わずに常識を持っている人であればみんな共感する内容です。国土部の長官が11月30日国土交通委員会の会議でキム・ヨンミ長官がアパートがパンなら私が徹夜をしててもガンガン作れるのにアパートをパンに例えて共に民主党の方でさえ非難が殺到しました。結局今回の改革で交代されることになりました。玉ねぎ男の親友だったチン・ジュンゴン教授はマリパントゥアネトって言いながらヘンゼルとクレテルを風刺し、これキム・ヒョンミ長官が作ってくれた家だよ。でも金庫からお金借りれないから入れないね。今回の改革でクビになったとしても、このキム・ヒョンミ長官もチュ・ミンエ長官も新しい長官候補者たちが聴聞会もやって、それを通るまでまた時間がかかるので、あと2ヶ月ぐらいは実質まだ長官を引き続けることになります。問題はまた新たに国土部の長官に任命されることになったこのピョンチャンウンっていう人。この人も一応ソウル大学の経済学部を卒業してるんですが、僕は最近日本人がよく言っている世の中を当たる頭の賢さとお勉強する頭の良さっていうのは違うっていう話を最近身に染みて感じています。ソウル大学を出ているおバカと詐欺師が多すぎ。この人は国務長官に任命され、今まで1年7ヶ月間社長を務めていた LH を辞任することになりました。この人が辞任を発表した日、LH の社員たちの匿名のコミュニティの方では、うわ、すっきりした。もうせいぜいするね。ねえねえ、この人って自分の肩書きを利用して自分の知り合いの雇用を生み出すとか、金儲けしかできない人だよね。っていうか、それしか脳がない人。こんな人間が長官になるとは、やはりこの政権の長官の質はめちゃくちゃ低い。我々は散々やられたから、今度は国土部の職員たちやられてみろ。この話があって数日後、もうすでにこの社員たちの話が次々と事実になってきました。このピョン候補者は地方の京南鎮守にある LH の本社の方になんと週1回も出勤したそうです。月に4回も出勤したそうです。そして残りの時間は当然ソウルで自分の知り合いの御用を生み出すとか金儲けのために使っていました。今このピョン候補者とキム・ヒョンミ長官とムン・サイナンこの3人で경기도 동탄の方にある公共賃貸住宅を訪問した際、ムン・サイナンが言った失言が話題になりました。日本でいう公営住宅を訪問して、ムン・サイナンが部屋にある2段ベッドを見ながら、この13坪の公営住宅に子供2人も十分だね。4人が住むのにはもう十分だ。っていう話がまた国民の反感を買い、ムン・サイナンが退任後、指定をどっちみち子供育てるわけじゃないから、
文才南夫妻は6坪で十分だよねっていうことで、指定を6坪にしてくださいっていう請願が現れ、あっという間に7000人の同意を得られましたが、この請願はいつの間にかなくなりました。時間が経ってこれよりももっと大きな問題が発生します。文才南が訪問したこの公営住宅、実際同じ建物、同じ棟に住んでいる人たちと全くその内装、インテリアが違うということなんです。まるで北のように実際指導者が訪れられるところはいいところを見せなきゃいけないから、文才南が公営住宅を訪れられる日のために国民の税金4億5000万ウォンを使ったそうです。お部屋の内装工事のために5000万ウォン、4億1000万ウォンをこの日のイベントの進行のために使っていたそうなんですが、芸能人が来て歌を歌ったわけでもないし、少女時代が全盛の時に全員を招いて4回歌わせる金額です。だいたいこのお金は文才南のイベント担当であるあの人が着服したと大体見当がつく人がいます。文才南が訪問する前まで上の階に住んでいる人はドリルの音で夜うるさくて眠れなかったそうです。指導者は綺麗なところだけを見て、長官たちはその綺麗なところを作るために住民たちを苦しめるだけ。このピョン候補者、LH 社長をやっている時も太陽光発電施設のために野党の運動権出身と結託し、太陽光を LH の住宅の方に取り入れたという話が出ています。すでにその野党の運動権出身の人はあのハウスに入ってます。新しい長官候補者は正式に任命される前にあのハウスに予約しちゃいました。口を開いた失言ばっかりしている保健福祉部のパク・ヌンホ長官、今回の改革でクビになりました。でもこの人もまだ2ヶ月ぐらいは見なきゃいけない。そしてその2ヶ月間の間、また失言をし続け、国民を傷つけることになる。すでに今回のコロナのワクチンの話についても、我々は一体いつコロナのワクチン接種ができるのか、この人に聞いたら、ワクチンを接種しようとすれば、拒否する人たちがいる。しかもそれは大体若年層だ。だから拒否されて、余る分の在庫のことを考えて、つまりワクチンを買うことより、買ってもないのに、買ったとした前提で、その在庫と廃棄の心配をしていたっていう話をします。ちなみにこの人もソウル大学を卒業しています。もう今からソウル拘置所の拡大工事をしなきゃいけないんじゃないかなと僕は思います。また最後に、今最近のスターである著名の話に戻って、なぜ大韓民国の司法部の正義が健在かっていうと、韓字査察権についてユンソチョに軍配を上げた韓国の司法部、そして慶応負けをした著名、その後も12月7日に開いた全国裁判官の会議でも125名の中で出来物の傾向を持っている約18名の裁判官がいましたが、彼らが韓字査察権に関して司法部の立場を表明しましょうという案件を言葉を変えて7回も案件を上呈しようとしましたが否決され 80% の裁判官がユンソチョの味方をしトータルで7回も否決されました。ユンソチョの効力停止仮処分がすぐ認められユンソチョが復帰できると今主に捜査している原発と울산市長選挙介入事件邪魔する障害物はなくなり、ユンソチョは鬼に金棒のような形になると思います。ソウル大学生に自慢できる卒業生に選ばれた1位、圧倒的にユンソチョが選ばれました。そして玉ねぎとシムサンジョンの方がビリになっていますが、これはソウル大学生がうちのキム先生を知らないからだと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。